覇王色の覇気は攻撃を無効化。ロジャー&ガープ vs ロックスの伝説の決戦。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1165話の速報が公開されました。タイトルは残響です。扉へリクエスト、ローとベポがゼウスを根枕にしている。今回の物語は前回の話から続き、キャプテンジョン、ガンズイ、シキなどが財宝をめぐって仲間割れを起こした後、ロックス海賊団はすでに崩壊しています。シキはロックス海賊団の解散を宣言し、生き残ったメンバーはそれぞれ別の道を歩み始めます。この時、銀票はまだ生きています。そして、まさにこの時、ロックスと彼の最後の相手、ロジャーとガープとの最終決戦の火蓋が切られました。ロジャーとガープはそれぞれ自分の船員と部下たちに必ず戻ると告げます。その後、2人は共闘してロックスに立ち向かい、数ページにわたる伝説的な対決を繰り広げます。今話の大部分は激しい戦闘シーンのようで、非常に見応えがあります。カイドウとリンリンが会話する場面で、リンリンはカイドウに彼が自分に一生返せない恩があると言い、その後2人は別々の道を進みます。後にワノ国で同盟を結ぶ際、リンリンが再びこの件に触れ、物語の伏線が回収されました。ニューゲートはプログラムという名の男に出会います。情報筋によると、この人物はマルコの父親ではないかとされています。数話前の乱戦の中で、確かにマルコと容姿が似ている人物が登場しており、それがこのプログラムである可能性が高いです。彼はニューゲートの崇拝者であり、共闘を申し出た後、ニューゲートと共にゴッドバレーを去りました。イムはゴッドバレーのすべてを徹底的に破壊し、痕跡を消し去るよう命じます。しかし、今回の情報では、イムがマザーフレームを使用したかどうかは明かされていません。ロックスの覇王色の覇気は非常に強力で、なんと敵の攻撃を無効化することができます。ロジャーとガープは自分たちの覇気がロックスの覇気の防御を貫通できないため、彼にほとんどダメージを与えることができません。これは覇王色の全く新しい使い方といえ、まさにワンピースならではの護身機のようなものです。最終的にロジャーとガープは全ての覇気を一度の攻撃に注ぎ込むことを決意します。もし失敗すれば、ロックスの手にかかって死ぬことを覚悟の上で、2人は協力して全ての覇気を解放し、ロックスに対して決定的な一撃を放ちます。今話は、ガープとロジャーがロックスに対して伝説的な大技を放つ場面で終わります。ガープの技はルフィのゴムゴムの小銃乱打に酷似しており、一方ロジャーは自身の覇気をアイトウに集中させます。この一撃の後、ロックスの体から邪悪な闇のエネルギーが漏れ出し、ガープとロジャーはついに彼を打ち破ることに成功します。悪魔の実の3大原則を覚えていますか？実はそのうち2つはすでに小田栄一郎先生自身の手によって破られています。そのため私はワンピースの結末で海で泳ぐことができる能力者が現れるのではないかと疑っています。そしてその能力者こそがイムである可能性が高いのです。悪魔の実の3大原則の1つ目は、1人の人間は2つの悪魔の実を同時に食べることはできないというものです。しかし、ティーチはこのルールを破りました。彼はまずサッチを殺害して闇闇の実を奪い、その後、頂上戦争で何らかの手段を用いてニューゲートのグラグラの実の能力を手に入れたのです。彼の体がなぜ2つの悪魔の実を同時に宿せるのか、漫画では未だに明かされていません。しかし、これは彼の得意な体質に関係があるのではないかと私は推測しています。さらに大胆に言えば、おそらくこれはデイビー一族の秘密とも関係があるのかもしれません。ロックスによれば、デイビー一族の者が世界政府に捕らえられた場合、地獄よりも恐ろしい苦痛を味わうことになるといいます。それはどのような苦痛なのでしょうか？単なる厳しい拷問だけでしょうか？私は決してそうではないと思います。むしろバッカニア族であるバーソロミュー・クマのようにさまざまな非人道的な身体研究や改造を強制される可能性の方が高いでしょう。悪魔の実の3大原則の2つ目は、世界に同じ悪魔の実は2つと存在しないというものです。このルールは自然界では成立するかもしれませんが、ベガパンクの科学技術の前では再び破られることになりました。彼はグリーンブラッドという技術を用いて、メロメロの実、スイスイの実、スパスパの実、ニキュニキュの実などの能力の複製に成功しました。さらには街道のウオウの実、幻獣種、モデル清流でさえ、最終的に光月桃の序のバージョンとして再現されたのです。
色が違うためにベガパンクからは失敗作と呼ばれていますが、その能力の効果はオリジナルと何ら変わりありません。以上の分析をまとめると皆さんもお気づきでしょう。現在までの漫画のストーリーで悪魔の実の3大原則のうち2つがすでに破られているのです。そこで問題となるのがワンピースの結末において第3のルールである能力者は海に嫌われ全ての能力者は海で泳ぐことができないもまた小田栄一郎先生自身の手によって破られるのではないかということです。言い換えれば物語の最後に悪魔の実の能力を持ちながら海を自由に泳げる人物が登場するのではないでしょうか。その人物が誰なのか現時点では断定は困難です。しかしある興味深いイースターエッグがヒントを与えてくれるかもしれません。皆さんは光月守屋と月光守屋の間の言葉遊びを覚えていますか。姓を一つ入れ替えるだけで守屋と光月一族が密接に結びつけられました。もしこの推測が正しければ小田栄一郎先生は他のキャラクターにも同様の文字の入れ替えという手法を使っているのではないでしょうか。例えばイム、その日本語表記はイムでローマ字ではイムとなります。この名前を逆から読むと海となり日本語の海つまり海という意味になります。これは小田栄一郎先生が仕込んだ隠喩でありイムがその特例すなわちワンピースの最終章で登場し海の呪いから解放される能力者となることを暗示しているのではないでしょうか。もし本当にそうなれば悪魔の実が最初に設定された三大原則は完全に覆されその力の根底にあるロジックも完全に書き換えられることになるでしょう。信じられない。イム様は18年前にすでに登場していた。スリラーバーク編のあの未知の生物こそ彼女がサターン星に憑依した姿だったのだ。全体のイメージが完全に一致している。どうやら我々はみんなイム様を誤解していたようだ。なぜもっと早くルフィを始末しなかったのかと疑問に思う者もいるが彼女が本編の2年前にすでに麦わらの一味を間近で観察していたことを知る由もなかった。よく考えてみればイム様が姿を現さない方がむしろ不自然だ。何しろルフィが食べたのはゴムゴムの実であり一度現住種2か形態に覚醒すれば彼女にとって脅威となる。さらに重要なのはこの少年の名には D の一族という神秘的な印が刻まれていることだ。特に注目すべきはルフィが海に出てはずか数ヶ月で数々の大事件を巻き起こしたことだ。大菓血深いクロコダイルを打ち破り四方の島に乗り込んで世界政府に宣戦布告しさらには800年来の天才と称された CP9 のロブルッチにも勝利した。世界政府を敵に回したというだけで偉大なる航路全体を震撼させるには十分だった。五老星でさえ驚愕したのだからイム様がこの新人の存在を知ることになるのも当然だ。そしてイム様がルフィを観察する場所にスリラーバークを選んだのは偶然ではない。ブルックはこの船が西の海出身だと語っていたがゴッドバレーもちょうど西の海に位置している。さらに都合の良いことに月光守屋機下の将軍ゾンビの中にはかつてロックス海賊団のメンバーだったガンズイ、ジョン、ギルバスターの3人がいた。このことからこの船はもともとゴッドバレーの一部だったのではないかと推測される。そのためルフィの出現はイム様に運命の導きではないかと懸念させた。彼女は麦わらの小僧こそがロックスとロジャーの意志を継ぐ運命の子ではないかと恐れたのだ。そこで彼女は静かに霧の中に身を隠しルフィの一挙手一投足を注意深く観察していた。麦わらの一味が最終的にバーソロミュークマによって絶体絶命の窮地に追い込まれるまでルフィがニカの実を覚醒させることはなかった。ここに来てイム様の張り詰めていた心はようやく安堵した。五老星はかつてゴムゴムの実が800年の間に多くの宿主を経てきたが誰一人として覚醒させることができなかったと述べている。そのためイム様はルフィが瀕死の状態になっても太陽の神に変身しなかったのを見て自ら麦わらの一味を抹殺しようとはしなかった。彼女の目にはルフィはゴムゴムの実を偶然口にした少し実力のある D の一族のメンバーに過ぎなかった。それ以降イム様は麦わらの一味を気にかけることはなくなった。しかし彼女が万に一つも予想しなかったのは街道がわずか3打ちでルフィを太陽の神の形態に覚醒させてしまったことだ。この瞬間からイム様は狼狽し始めた。その後五老星が総出で動き彼女も自ら危機を解決するために乗り出す準備をしていた。
しかし古代のロボットがジョイボーイの封印した覇気を解放したことで、イム様はサターン星への憑依に失敗し、ルフィ一行を取り逃がしてしまった。現在彼女は神の騎士団と共にエルバフへ急行している。イム様は今頃後悔の念に駆られているに違いない。こうなると知っていれば、あの時スリラーバークで麦わらの一味を完全に抹殺しておくべきだったと。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。